今時刻が12時45分か。日本一周7日目ということになります。4日目から7日目の今まで、この福島県いわき市湯本の泉屋さんに宿泊をさせてもらってて、いやーよかったね。というかね、いわき市がいいね。いわき市は本当に余生を送るのに最高の街かもしれないな。美空ひばりがなんかここを舞台にして歌を作ったとか、食べ物も美味しいしね、海鮮も美味しいし、ホテル代が安いっていうのもいいね。で、ここね、Wi-Fi がね、むっちゃ早い。内装もリノベーションされてて綺麗やったし、この感じやのに Wi-Fi が早いっていうのはね。で、あとね、全然関係ないんやけど、ちょうど反対側にね、天理教湯本文教会っていうのがあって、天理教ってね、多分知ってる人そんなおらんと思うんやけど、奈良県天理市にあるでかい宗教団体で、日本にはね、組織名が由来で地名になってるっていう場所が2カ所あって、そのうちの一つが天理教がある奈良県の天理市。で、もう一つがトヨタ自動車がある豊田市ね。って思うと、天理教すげえなっていう、すげえどうでもいい話やけど。はい、で、今日はね、ほとんど動く気がありません。動くよりもね、俺が観光しないと、ちょっと俺の体が持たないな、ということで、走行控えめにしていこうかなと思ってます。っていうのもね、梅雨がさ、思ったより先やねんな。6月5日に梅雨入りするからやばいって思ってたんやけど、それって東京の話で、東北は6月10日やん。まだまだ余裕がある。しかもね、見てこれ今の気温21度やねん。うっすら寒いっていう。地獄のような猛暑日が過ぎてから極端すぎるやろ。体を壊すわ。意外と余裕があるっていうことやから、今日はね、東北で仙台に次ぐ規模を誇る福島県の郡山市に宿泊しようかと思っています。宿泊はすげえお金がかかるけども、今は採算を度外視するしかない。俺の体力が持たない。こんなにお金がかかるなんてなんかね、すべての見通しが甘いよ、俺は。お金かかることなんか予想できるやろ。だいたい全日程数%とか満喫で泊まってさ、体力が持つわけがないんやからさ、想像力の欠如。なんでもね、福島県いわき市の、塩屋崎っていうところは、美空ひばりが愛したところらしくって。で、永遠に私はここで歌い続けたいわ、みたいな思いを実現するために、美空ひばりさんが自分の銅像を建てたらしい。なんかね、美空ひばり像はね、ボタンを押すと美空ひばりの曲が流れるように作られてるらしい。まあ俺別に世代じゃないからさ、美空ひばりがどうのこうのっていうことでもないんやけど、あの大スター美空ひばりの愛した塩屋崎ということなので、美空ひばりの感じた思いをちょっと追体験していきたいと思います。しかし街がむっちゃ綺麗やな。なんや、いわき市はね、どこ走っても綺麗。ここは金持ってる。絶対金ある。何で金があるかわからん。観光産業がうまくいってんのか。まあフラガールの舞台でもあるからさ、フラダンスが盛んな地域で、いわきハワイアンセンターみたいなね、ちょっと名前は古臭いけどプールに入れてみたいな、だから東京サマーランド的なところがあるのよ、ここには。そこで儲かってるとは思えへんねんけどな。でもフラダンスはまあって感じだった。これがフラダンスなんや。独特な声出すよね、フラダンスの女の人たちで。はーみたいなやつ。剣道のディアーみたいなのと一緒やな。ハンマー投げのジャー。素敵な街やね、いわき市は。いいわ。はい、太平洋出たね。久々に砂浜を見たな。ただね、寒い。21度。気温が21度で、今日はね、18時から雨が降る予報ということでして、風が半端ない。寒いの。極端やね。どっちかにしろよ。寒いわ。つい数日前まで35度やろ ?21 度やろ。寒いな。これは風邪ひくぞ。あったかくなるまであんまり動かない方がいいかもしれない。出発する時期を間違えたのかもしれないな。暑いのも嫌やけど寒いのも辛いよ。これウィンドブレーカー気にあかんやつや。はい、というわけでそろそろ目的地があるという風に Google が案内してるけど、多分ね、目の前2台の観光バスも美空ひばり像を見に行ってるわけではないのか。そうか。だって今スルーしたもんな。はい、これです。じゃーん、ひばり像到着らしきものがあるな。ただ入れないぞ。どっから入ればいいね。寒い寒いもうはい、ここら辺でいいや。そこ一人いねえわもういつものパターンやからいいけどね。人がいないのがいないで寂しいな。ちょっとダメだ。これウィンドブレーカー着よう。到着。何の金？パシャッとこ一応。はい。ひばりーの
を見に行きます。バイクの鍵を忘れてる。普通に寒い。なんでしょうね、これが意味するのは。寒いな。はい、美空ひばり像。永遠のひばり像。美空ひばりさんが永遠に太平洋に向かって世界に歌い続ける姿を残したいという思いから、乱れ髪の舞台となったいわき市塩谷崎のこのステージに、いわき市民の方々とひばりファンの皆様のご好意により建設されました。壮大やね。全然似てないな。全然似てないぞ。この顔はちょっと悪意感じるな。いいのかこれ。似てねえな。一応撮っとくか。で、曲流れんの？どうやって曲流すの？このシステムは太陽光発電を音源として再生します。はい。で、このイメージが強いよね。美空ひばりさんっていうと。どうやって曲を流すの？曲の流し方がわからん。これ、ひばり像流し方で調べなあかんやつやな。塩谷崎。東日本大震災ではがっつりここも津波が来ていたらしいけど、これだけの高さがあったおかげで、ひばり像は無事生還したらしい。何メーターやこれ。まあ高いな。3、4階建ての高さぐらいが10メーター超えてんのか。じゃあ津波も大丈夫か。曲が流れない。スイッチもない。特に何か反応するわけでもない。ダメじゃん。曲流れへんの？音楽が流れない時がありますか？曇りが続くと発電量が足りないため音楽が流れない時があります。これちょっと電話しよう。ここまで来て音楽聴けないのはないな。すいません、ちょっとお伺いしたいんですけど、ひばり像の前にいるんですけど、今。13時半か。早く電話してきてくれよ。だいたいあれか、なんかボタンがないんやから、流れへんねやろ。無理やろ。ちょっと待機。ME プランニングです。先ほどお電話させていただいたものなんですが。今確認したところ。曇りの日はなりません。残念。美空ひばりの歌声聞きたかったなぁ。髪の乱れに手をやれば赤い毛だしが風に舞う肉や小石や塩屋の残念ながら美空ひばり像は電源不足で音楽が流れないっていう事態にはなってしまったけど、 YouTube を使ってリカバリーすることができたと思います。晴れた日にこちらに足を実際に運んでいただければと思います。でね、これからね、もうちょっといわき市は結構昨日と今日でいろいろ見て回ったんで、東北第2の都市の福島県郡山市へ現在向かっております。工程が下道で1時間40分ということなので、がっつりカットします。雨が降る前に到着することを祈ります。それではまた後ほどお会いしましょう。ただいまいわき市の国道49号線のバイパスを走っております。非常にね、道がよろしいでございますね。いわき市の道路は最高に走りやすいですね。これは高速じゃないよ、バイパスやで。素晴らしい。かなり雲行きが怪しいな。やばい、降るぞ。早く逃げないと。急いでホテルに行かないととうとう雨に降られることになるな。はい、郡山市街到着。福島県郡山市、東北第2の都市やね。随分発展してるな。おー、すごいすごい。すごいすごい。高いビルはそんなにないけど、人口30万人都市、何一つ不便せずに生活できそうやな、ここやったら。福島はやっぱりあれやね、日本でね、2番目 ?3 番目 ?2 番目に広いのか。2番目に土地が広いだけあって、やっぱり大都市が多いのと、あとやっぱ広いな。すげえ広いよ。なかなか通過できない。アパホテル到着。マジで今もうちょっと雨が降ってるから、なんとか間に合ったけど、駐車場があるのかどうかっていうのを今から聞きに行きたいと思います。頼むよ、郡山駅前。あっぶねー、危機一髪やったな。セーフ、助かったー。これは動けないなー。アパ社長カレーって多分もらえると思うんですけど、そうですね、こちらでございますね。これどうやって食べるのが一番、止まってるとご自宅でご自宅に電子レンジありますもんね、そこに。このままだと温められないので、何かに移し替えて。処理に困るんですよねこれ。はい、今郡山駅周辺にいて、ちょっと地元の人にいろいろ聞いて回ったんやけど、おすすめのご飯屋さんがね特にないということで、東北第2の都市
市ではあるんやけど、みんなそれほど郡山を誇ってない感じではあったね。一人だけね、日吉屋サスケの親子丼がすごく美味しいっていうことを教えてくれた人がいたから、その人の教えに従って日吉屋サスケ屋さんの親子丼を日本一周7日目の晩ご飯にしたいと思います。早かったからね、その人は。もうそれは日吉屋サスケやねみたいな感じだった。アーケードを越えてこの辺あった。違う、日内屋サスケや。極上の親子丼もも肉使用1200円か。結構ええ値段はするけど、まあいいでしょう。親子丼なんですが、はい、白米と玄米をブレンドしたものを選びいただきます。どっちでもいいですね。うまかったね。感動するほどではないけど普通にうまい。ドーナツ屋さんを近々日内屋サスケさんが始めるらしくって、ドーナツをいただきました。味見してくださいということで、ありがたい。ドーナツありがたい。じゃあ帰りましょう。